どうも徳井です。この度約1年弱の制作期間を経ましてこじらせ包丁が完成しました。こちらで、まずはですね、第1回目、岐阜県の、実際に作ってくださる会社までですね、打ち合わせに行った模様、その動画をご覧ください。やってきました。岐阜県関市、こちら住山さんの会社でございます。すいません、こんにちは。アポ取ってました徳井と申します。すいません、今回よろしくお願いします。うわめちゃくちゃテンション上がる。うわめちゃくちゃテンション上がる。すんごい数の包丁や。ハサミ系もね。ちなみに会社の歴史ってどんな感じなんですか？今年で創業105年になります。105年、もうずっと関で。そうです、ずっと関で。ひいおじいちゃんの代からですかね。そうなんですね、はい、今名刺いただきました。住鎌太郎さん、株式会社住鎌の住鎌太郎さん、すごい名前やな。住鎌ってやっぱこの辺だけの名字ですよね。住鎌って濁るのはちょっと近くの岐阜県の羽島市になんか数軒あるんですけど、もともとそちらの出らしくて、関に来た人間だけが読み方が濁点がなくなって住鎌って読むんですけど、もうこれほんまに大昔から住鎌っていうか、こういう炭の窯を使うお仕事をされてた。ルーツたどるとそうじゃないかって話なんですけど、でしょうね、何も残ってないんで資料が。火を扱う。そうだと思うんですけど。すごいな。だって窯っていう漢字ももうほぼほぼ使うことないねえ、見たことないような感じやもんな。だからいろいろ電話で名字聞かれた時に漢字を教えてくださいって言われるんですけど、説明のしようがすごい大変や。これ変換で出るんですか？かまどって嘘でできます。これも包丁は、はい、刃渡りの長さから何から全部別に自由に決めれるわけですか？そうですね、作ろうと思えば自由に決めて作れますし、柄の部分とかっていうのはある程度パターンの中から選ぶって感じですよね。そうですね、できない、いろんなこと言われたことできないことはないんですけど、納期であったりとか、その部材のその1回の買う量とかの問題になってくるので、ロットの関係とかになってきます。ある程度その辺はコストとの相相談で、相談してっていう形になります。じゃあちょっと具体的にその包丁の打ち合わせをいいですか？はい、お願いします。包丁一本、いろいろ動画拝見させていただいて、ありがとうございます。まな板の方とか、ありがとうございます。なんか桜の山桜を使ってるということで、これ山桜を使ってるんです、岐阜県産の天然で、これみんな山桜の木なんですけど、仕上げの方法が違って、多分仕上げあんまりこうツルツルしてない方がむくっぽい方がいいと思うんで、多分この辺ですね。こっちはウレタン塗料といって水が染み込まないように塗料が塗ってあるんです。こっちは何も塗ってない状態なんですね。これやっぱウレタンの塗料塗ってんのと、やっぱこう塗ってないのと水の染み込み方とか全然違う。全然違います。それって汚れもあるでしょうけど、なんか耐久性みたいなのも変わってきます。でこれが唯一と田代さんに言われた包丁につけたと同じ材質なんですけど、これは塗ってはないんですけど、染み込ましてあるんです。で染み込ましたこの状態のものに塗料を塗って、で木管にどんどん塗料が浸透していくんですけど、浸透して乾いてから、ペーパーで軽く表面を軽くめくることで、ただ中の木管に塗料は入っているので、耐水性は強くなります。ただこちらほどは強くないですけど、とはいえですよね。別に十分な耐水性がある。そういうことです。そうですね。やっぱり
がっつりウレタン塗装してるよりこっちの色合いの方が合いますね。割となんかナチュラルな風合いの、でもあとちょっと違う木で言いますとちょっとグレードが違うんですけど、これがウォルナットで、これが栗の木なんですけど、のぐらいだと割と単能度で、価格的に抑えられて出せる、当社が持っている材料なんですけど、今包丁一本、普通の一般的な三徳包丁よりちょっとだけ短くしたいなっていう風なお話を多分電話かメールでしてたと思うんですけど、一番今日本国内でこう三徳包丁のこの刃渡りの一番多いのが165ミリ、16.5 センチなんです。でこれがおそらく多分13.5とかなんですけど、14とか15でもどのようにでも、ちょい短い方が取り回しがなんかしやすいかなと。形で長さも感じも変わったりしますか。15センチ。15.5 とかにしましょうか。でもできます。大丈夫です。定規持ってきますので。一つはちょっと全然表面が違うんでいけないんですけど、この材料カーボン量が 0.6% のものと、この材料の 8% のものと、これ 1% で中に入ってるカーボンの比率が違うんですけど、一番正直言うと価格的に言うとこちらから順番値段が落ちていって、で耐食性錆で言うとこちらから順番、こちらが強い、順番弱くなる。そのねカーボンの入り方での、はい、入れば入るほど切れるけど、はい、錆びるからメンテナンスがちょっと手間かかるっていうことになってるじゃないですか。理論上そうですね。そのカーボンが一番入ってるパターンでいくと、そのメンテナンスが必要というか、ちょっと錆びやすくなってる、そういうことですね。ってところって、それってどの程度なんですか？程度を話すのは難しい。多分僕1個持ってる包丁が、多分刃の感じがこれなので、1% とかになっちゃうと思うんですけど、0.6 でしょ。そうです。0.6 とかに比べると錆びやすいけど、とはいえそんなに錆びひんようなのか。そんな感じです。だから比較するとそうなっちゃうというところで、だから機能的なこともこう加味すると、価格を気にしないっていう前提でいくと、一番のおすすめはこのグレードで、その価格と使いやすさのバランスでいうと、こっちの手かなっていう。ただ機能的には全然メーカーとしてはもうこれがいいと。でただこう買う人たちのバランスを考えると、中華はこれっていうところ。ちなみにコスト的な部分ってこれとこれの違いってどのぐらい違うんですか？結構違いますよ。じゃあとりあえず、こっちの方で話を進めさせていただいて、ちょっとコストとの相談で、ちょっと売り値があまりにも高くなってしまうなっていう感じならば、ちょっとこっちもちょっと考え。そういうことです。だから比較すそうですね。用の資料も用意しますし、でさっき言った刃渡り15.5センチですか。15センチか。15.5って聞いたんで、それの試作品的な形見本みたいなものを作って、で徳井さんにバランスを見てもらって、15.5センチでここの幅がこれでいいのかとかっていうことを見てもらって、そこで値段も出して。絵の形状はここはもしかしたらもうちょっとこう丸みがあってもいいかなっていう。この角ってことですか？ここの角がどのくらいの角度をつけるか。こう丸くするみたいな感じですか？そうですね。球体みたいな感じでこうするってことですか？ここがあまり直線的にならないように。結構フラットなのをなくしちゃうっていうと結構前から。そうですね。早めからこう持っていかないと難しい。このフラット面はあって、この角のとこだけをもうちょっと丸みを出せるぐらい。面をこうカクカクって見えないけど、こう丸い面をイメージです。R があってまっすぐになって R があるっていう、そういう感じです。あとロゴなんですけど、刃の部分にも入れますですよね。刃に文字、アルファベット、それってレーザーでレーザーです。レーザーです。
あと選べるのがここの金属の幅がそれ今、3ミリなんですよ。この厚みが3ミリなんですけど、1ミリ単位だ3ミリ、4ミリ、5ミリまでいきます。あ、だったらもうちょい太い方がいいですね、この幅。4と5どちらにします？これ測っていただいてもいい、イメージを掴んでもらってもいいですか？今それ3ミリがついてて。これはごついかな。4ミリ。 4ミリ、はい。この辺のね、はい。形状とかあ、選べます。はい。そういったとこうなってるとかってことですか？これは若干こっち行ってますね。うん。この形状だと和っぽすぎんのかな。そうですね。和はどっちかというと直角からこう戻る感じが強いんで、この辺からはい。こうとかはできないんですか？ちょっと考えさせてください。そこからあんまりそういうもんじゃないですか。この R の終わりのところまでっていうと厳しいんですけど、まあこれより例えばこの辺りはいはいはい。とかはいけますね。ちょっとできるだけこれはもうここから始まるイメージのものに近づけます。はい。できる範囲で。なんかもし軽いサンプルというか、作ります。なんかできたらもう、はい写真だけでいいんでちょっと一旦確認させていただいて。一本とりあえず手で全部加工して、はいちょっと切れ味まではちょっとぼえないんですけど、はいラフにまずちょっと、はいイメージの形のものを、はい。大体三徳包丁ならここの幅って大体幅というかここの割合とかって決まってるんですか？ここの幅が大体45ぐらいですね、3とこれが今43ぐらいですね。この長さがやっぱり短くなるとこれが今13センチの小三徳でこれが3.5ですね。だから比例はしていきますよね。これってやっぱりここがどんどん幅がなくなればなくなるほど切れ味とか使いやすさみたいなのが変わってくるんですか？例えばこうまな板があった場合にこうテーブルからこの手がずれていれば何も当たることがないんですけど、はい手の大きい人が例えばこの大きいまな板の上でこう切ろうとした場合にたまに当たるって方は見えません？あこれだとこういうイメージ。ここのね、ただまな板一段よっぽど上がってるんで、こうはなるんですけど、それを気にされる方はたまにいます。そうかそうか。だからある程度のやっぱ幅はあった方がいいんですね。これが今43ぐらいですね。あれが13センチで、ただここの幅が短くなると印象としてなんかシャープなシャー感じプになります。になる感じちょっとナイフっぽい。洋包丁の。そうですよね。まあそれも一回じゃあ一番最初にそのスケッチ図みたいな図面を描いて、まずお店にお送りして、いやもうちょっと幅が広い方がいいよとかっていうので、まあその辺の調整がついたらラフの実物を作って、イメージ湧くと思う。そんなとこですかね。比較的若い職人が多いですね。へ若い人間が技術をこうするところが早いし、はいはいやっぱセンスをね。ああ。精密機械になるんですけど、この機械は、まあ、こういった板材先にプレスしたプレスした板材のものをこう包丁の形に削こう細く研いでいく機械です。ああ、これはもうまあ何もしない単純にそう鉄。ステンレスの焼き入れし終わったで、ちなみにこれはさっき言った割り込みって挟んであるやつで、真ん中に芯1枚芯材がここにあって、ああ、確かによく見たらね。両サイドに細かく見えないんですけど16枚ずつ薄いのを貼り合わせたりでこの削る機械は、まあ、彼がこうプログラムを触りながら削っていくんですけど、この厚みの管理は1000分の1ミリ単位で動かすんで、こう研いだもののここの厚みを、まあ、ルーペで測りながらっていう。だから徳井さんの包丁も作るときはこう測りながら作るんですけど、合わせながらちゃんとできてるかこんな細かくしてるんですね。この中にまあ1000分の1これは10分の1ミリ単位にメモリがあるので、そのメモリの間はこう目の感覚で 0.0 何ミリまで測定して、そこはもう熟練の、まあ、経験とあとはもう目の良さですよね。あとはもう一本一本手で
うわこれレジェンド松井さんの。あ、へえ。あ、ちょっと反りを修正してる。これはパッケっていうのは、これ砥石が回ってる。はいはいはい。普通のなんか砥石ってこう四角いのこうやってある。砥石が回ってるイメージ。あ、そういうことね。天井ばっかり出ない。この包丁は全然まだ切れない。そうまだ全然こうだまだ切れない。こう噛み合っても切れないああ、確かに。状態なんですよ。はい。これを砥石で研いでもらいます。最初。刃の工程でいうと仕上げってことですか。まだこれこれ粗で最初の仕上げもう一個ある。粗仕上げ。うわこれはもうほんま職人さんの技術ですね。そうですね。この角度とかってすごい大事なわけでしょ。だからやれる人間は限られる。へみんなここになりたくて修行して頑張る。え。もうこれだって感覚でしかない。そうですね。感覚と音ですね。あ、音。そうか。音でどのぐらい削ってるのかっていうはあはあはあ。だって均一にしないといけないわけですもんね。当たってるところは見えませんからね。はいはいはい。だってそうですよね。反対側が当たってるんで。普通に家庭で砥石使って包丁を研ぐのも難しいけど、こんだけ勢いよく回ってるってことはちょっとのミスが削れちゃうということですよね。大きな傷になる。これでもまだ切れないんです。まあ野菜ぐらいは切れますけど、よくやる切れ味テストで新聞紙でこれ新聞紙まだ切れないんです。ああ。さらにどんどん。そうです。ここで今返りっていうよく言われる返りっていうのが出てるんですけど、これが出てる状態ではまだ切れないんです。この返りを皮で取ります。皮で取る。レザー。そうです。レザー。よく床屋さんとかの映画とかでこうやってますやってます。あれの回転板があるんで。ええ。皮がいっぱいこうやってついてる。あ、ほんまや。皮がこう縦についてる。そう。こうじゃなくて細かいのがいっぱいこうついてる。ああ。最後皮なんや。知らんかったな。そうか。床屋さんはあれはそういうことなんや。でこれが今のでさっき切れなかったのがうわそんな変わるんや。そうです。すごいお見事。ありがとうございます。好きなんで、メーカーさんとお話できるのすごい嬉しいですよね。さっきビデオ拝見させていただいた時に今の会話もそうなんですけども、なんかね、そちらの方で精通してる知識、いや、知識はそんなないです。専門的な言葉がバンバン出てるのはすごいな。いやいや、とんでもないです。本当にちょっと勉強されてるなっていう感じですけど、好きだっていうのはよくわかります。ありがとうございます。そういうね、そういう気持ち持ってないと、今度販売するときに違いますね。はい、そうですね。ここはまたもよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、あれからですね、何回もサンプルを作りまして、で、これで OK だってなってから、だいたい半年ぐらいですかね、実際に僕が、完成品の包丁を使ってみて、耐久性であるとか、切れ味であるとか、いろんなものをチェックして、ついに完成いたしました。ちょっと開封していきたいと思います。このね、うちのロゴが入っております。このパッケージに入っておりまして、こうですね。はい。できました。でですね、こういうのに入っております。で、シャコッと。こういう感じになっております。これ見えますでしょうか。ここにこちらキッチンツールスとレーザーで入っております。で、この持ち手のエンドのところも、いい感じの R
がついてて、すごくですね、握りやすい、持ちやすい刃物になっているということですね。で、刃渡りが 15.5 センチ。この 15.5 センチっていうのがこだわりの長さでございまして、これいわゆる三徳包丁なんですけども、一番どんな状況においても使いやすい、オールマイティーな刃物なんですが、日本で売ってる三徳包丁って大体 16.5 センチぐらい、これが標準的な長さで一番多いタイプなんですけれども、それより 15.5 なんで1センチ短くする。なんでこの 15.5 1センチ短くしたかっていうと、普通使ってる三徳包丁でこの刃渡りね、この長さ全部を使って調理するってなかなかないと思うんですよ。なので 15.5 ぐらいで十分なんじゃないか。で、しかも短いことによってキッチンの中で取り回しがしやすいっていう。あと、もちろん短くなってるんで、その分、金属が少なくなってるんで、やっぱ軽いんですよね。で1センチぐらい、こんな刃物が1センチぐらい短くなったぐらいで、軽さそんな変わるかって思うんですけど、実際持ってみるとすごく軽いです。あと軽さで言うと、ここの持ち手がですね、天然木なんで、これもすごく軽いです。樹脂とかじゃないので、すごい軽いです。で、この1センチ短くしたことによって、重さが軽くなったっていうのプラス、ですね、このですね、刃のこの厚みですね。この厚みを薄くすることができたんですよ。っていうのは、やっぱり普通、やっぱり金属の、棒でも何でも、長ければ長いほど太くしないと強度が出ないんですよね。どうしてもミョーンって曲がっちゃうっていうか、これが、長いのにここが薄いと、ベランベラになっちゃうんですよね。極端に言うと。これを短くすると、これをどんどん薄くできるっていう。そして薄くすると何がいいのかっていう、もう単純に切りやすいです。やっぱり、刃物でも太い刃物だと、極端に言うと、こういうので、こう切っていくと、食材を引き裂いていく感じになるんですけど、これがちょっとでも薄いと、スッと入りやすい。薄くスライスするときでも薄くスライスできるっていう。だから薄い方が、メリットは大きいかなというところで、1センチ短くしたことによって、軽さ、そして薄くできる。こういうところが、で、取り回しやすい。こういうところがですね、3つぐらいメリットができました。で、この持ち手のところ、動画の中でも言っていましたが、岐阜県産の山桜ですね。なので、同じ、例えば、桜の木を使っているこのこじらせまな板であるとか、このこじらせまな板のゴーアウトなんかともすごく相性がいいですね。ゴーアウトに収納しますと、こんな感じになります。で、包丁なので肝心のやっぱりこの刃の部分ですね。刃がですね、結局、いろいろ動画でも言ってましたけども、この刃の金属に含まれるカーボン、炭素ですね。炭素の量が 0.6、0.8、1.0。0.6 の方が、メンテナンスはいらない。けど、金属と刃物としては、そんなに、いいんですけど、1.0 とかに比べると、そこまでいい刃物ではないと。で、1.0 だとすごくいい刃物で切れるんですけど、0.6 とかに比べると多少メンテナンスとかをしないといけない。ちょっと、錆に弱くなってしまう。っていうところで、いろいろ悩んだんですね。しかも 1.0 だと単価コストの方がですね、若干上がってしまうと。若干っていうか結構上がってしまう。っていうところでいろいろ悩んだんですけれども、結局 1.0 にしました。この 1.0 のやっぱ切れ味っていうのが本当に凄まじいので、めちゃくちゃ切れるんで 1.0 にして、しかも、この刃に使われている金属、この金属をですね、VG10 っていうすっごくいい金属を使うことによって、この VG10 という金属の特徴がですね、まず硬度が高い、硬いっていうことですね。そして、摩耗とか、変形にすごく強い。そして、錆にも強いということなんですよね。で、この金属を使って、そしてカーボン量を 1.0 にしたことによって、結果的に、錆に強くて、メンテナンスに気を使わなくてよくって、しかも切れ味が凄まじいという、そういう包丁が出来上がりました。ちょっとね、やっぱりクオリティにはちょっと妥協はしたくなかったので、いろいろ住鎌さんと相談しながら、このような包丁を作ることができました。はい。
で、切れ味はもう本当に申し分ない、もうすんごい切れるんですけど、実際に、その、サビとか、メンテナンスとか、その辺が、どんな感じなのか、実際に使ってみないと、こればっかりわからないんで、そこからですね、僕半年ぐらいですね、結構、粗めに使いまして、もちろん家でも使いますし、そしてキャンプなんか持ってって、ガシガシ使ってました。で、あえてですね、使った後も、洗剤つけて、スポンジでシャーって洗うんですけど、洗った後、もうちゃんと水分拭き取らずに、ポーンと水切りのカゴにポンと置いとくだけ、みたいな状態で、かなり粗めに使ったんですけれども、ちょっと僕が今実際使ってるやつ持ってきます。はい、実際使ってるのはこれなんですけど、びっくりするぐらい全然なんともないというか、全く何もないですね。もちろんこれVG10 でコードが硬いので、刃が欠けることもないですし、サビもないですし、一回ですね、キャンプ場で、洗ったままボーンって置いといて、多分ちょっと食材の残りとかが刃に残ってたんだと思うんですけど、それがちょっとなんか変色したりとか、なんか軽いサビみたいな色になったんですが、それはもうまたスポンジでシャって、洗ったらすぐ取れました。はい。だから本格的に錆びるみたいなことは一切ないですね。で、切れ味も全く変わってないです。半年ぐらいガンガン使って一切、包丁、砥石で研いだりとか、そういうのしてないんですけど、何も変わってないので、耐久性もかなりあると思います。なので、カーボン量 1.0 だからといって、なんかメンテナンスにすごく気を使わないといけないとかってことは全く、僕が使った中では全くないですね。で、一応メンテナンスをするとき、包丁を研ぐときですね、そういうときはどうしたらいいかって言いますと、それもですね、特にこの砥石を使ってこういう風に研がないといけないとか、あんまり気にしなくていいかなと思います。普通にスーパーとかにも売ってるシャープナーですね。こうやってこういうやつ。これでもシャッシャってやったら、研げますし、あと棒のタイプのこういうね、シャンシャンシャンってこうシェフの人がやってるような、こういうのでも大丈夫ですし、実際いわゆる普通の砥石で研いてもらっても大丈夫です。で、あと持ち手の部分ですね。これ天然木なんですが、動画の中でも言ってましたけども、一応これね、こう、無垢の感じになってますけども、一応一回コーティングみたいなのがされております。で、今こういう本当に無垢の、もう木のそのままの色なんですけども、とにかくですね、ここがなんかこう持ってきて、こう黒ずんだりするのが嫌だという方なんかは、グレープシードオイルとか、オリーブオイルでもいいですし、そういうのをこう、ささっと塗ってあげると、そのオイルが汚れとかを弾いて、より汚れにくくなるのかなと思います。ただオイルとかを塗ることによって、その木の色が若干濃くなるんで、その辺はご了承ください。ただですね、僕がこれですね、今これ半年ぐらいガンガン使っているこの包丁なんですけど、あんまりね、大してそんなに色は変わってないかなと。これ本当にキャンプで使って、ガンガンこう、炭とか触ってしまった手で、ちょっと握ったりとかってすることもあったんですけど、そんなに汚れはついてないですね。ちょっとこの辺汚れてるぐらいで、そんなに変わらないですね。もちろんこの持ち手のところも、普通に洗剤でスポンジで洗っていただいて大丈夫です。あとですね、もし購入いただいて、使っててこういう風になってるんですけど、こういう時どうしたらいいですかとか、そういう質問とかね、ありましたら、僕のインスタグラムの方に、DM かなんかで送っていただければ、回答いたしますので、そちらの方に送ってみてください。というわけで、すごく自信を持ってお送りできるいい包丁ができたと思います。こちらですね、得意ビデオストアの方で販売しておりますので、概要欄から、ストアの方を覗いてみてください。でですね、これ、万が一売り切れても、定期的にすぐ再販していきますんで、あまり焦らず、ゆっくり考えていただいて、納得していただいたら買っていただければなと思います。はい。